蛇を真似てプチ断食をするようになってから健康になりました。蛇屋のひろあきです。おすすめですよ、食事の回数を減らすっていうのは。今日はですね、ボールパイソンに多い病気3つお話ししたいと思います。ボールパイソンやっぱり生き物なので、生まれてから死ぬまでずっと健康でしたっていうのは、ね、かなりレアだと思うんですよね。人間もそうだと思うんです。もう生まれてから赤ちゃんの頃とかはやっぱたくさん風邪をひいたりとか体調が悪くなったりとかしていくじゃないですか。で、大人になってもやっぱり体調を崩すわけですよね。働きすぎたり疲れすぎたりすると、そういう時に適切な治療をして健康に戻っていくんですけど、でボールパイソンとかですね、爬虫類は病気にさせないことがすごく大事なんですが、やっぱりね、体調が悪くなることはあるんです。で、そういう時にきちんと適切な処置をしてあげる必要があるんですけど、こういう体調不良になることが多いよというのを事前に知っていただくと、お迎えされる時とかに役に立つと思いますし、蛇ってそういう病気になるんだっていうことを、蛇を飼ったことないし、とりあえず今のところは飼う予定がないという方も一つの知識として知っていただくといいんじゃないのかなと思います。ボールパイソンがなりやすい病気その1は風邪。人間もそうですね。風邪っていう病気はないとよく言われます。あれは体調不良で何かしらの症状が起きている状態のことを一般的に風邪っていうわけですが、ボールパイソンもやっぱりそういうことがあって、免疫が何かしらの理由で落ちてしまった時に風邪をひくわけですね。具体的に言うとよだれが出たりとか呼吸がしづらくなっていったりすることが多いですね。これどういうケースで発生することが多いのか、風邪をひくことが多いのかっていうと、免疫が落ちるということなんですけど、一番多いのはちょっと温度が足りない、湿度が足りないっていう時に風邪をひくことが多いかなと思います。大体のケースではこういうね、うちではこういうのを使っていますけど、何かしらのヒート器具、保温器具を使って28度から32度をキープしてあげることでボールパイソンの飼育環境を整えるんですけど、これが何かしらの理由で壊れてしまったとか、スイッチが抜けてしまっていたとか、停電が長く続いてしまったとか、例えばですけど、そういう場合に寒いわけですね。そうすると免疫が下がって風邪をひく。で、免疫が下がるとどこにでもいる常在菌と言われる、別に悪さをするわけではない菌と共に僕らは生きているわけですけど、そういうものを上手にバランスを取ることができなくなってしまって、体に増えすぎてしまって体調が悪くなるということがありますから、ボールパイソンがなりやすい病気その1はやっぱり風邪なので、適切な温度、湿度、それから衛生環境で飼育してあげることが必要です。ボールパイソンがなりやすい病気その2はウイルス感染ですね。いろんな種類のウイルスがやっぱりいて、ボールパイソンがそういうものにかかってしまうと、普段だったら免疫で跳ね返すことができるかもしれないけれども、もうずば抜けて感染力の高いウイルスがお家の中に混入してしまったとか、あるいはそれを跳ねつける力がなくて体にウイルスが増え広がってしまったっていうことがあります。風邪よりやっぱりウイルスの方が厄介で、なんでかっていうと死亡リスクが高まるケースが多いわけですね。かつ、風邪っていうとその免疫とか体調不良の一環なので、免疫力を上げてあげれば次第に良くなっていくことが多いんですけれども、ウイルスの場合は適切な治療をしないと、例えば投薬などをしないとウイルスを減らすことができなかったりするわけですね。ボールパイソンが自分で体を整えていくスピードよりウイルスの増殖スピードの方が多かったりするので、風邪ももちろんその投薬をしたりとかするんですけど、ウイルスの方がよりそういうことが迅速に必要になってきますので、ウイルス感染が疑われる場合には一刻も早く病院に連れて行ってあげるということが必要になります。で、じゃあウイルスなのか風邪なのかの判断はどこでするのかっていうと、基本的にはできないです。よっぽど熟練の獣医さんとかだと、これはウイルスだねとかこれは風邪だねとかっていうのが見てある程度判断できるかもしれないですけど、普通に飼育している分にはそれを見分けることはできないので、何か体調がおかしいなと思ったらそれがウイルスなのか風邪なのかって自分で判断できないですから、まずすぐ病院に行くっていうのが大事です。そう、これすごい大事なことで、ウイルスだろうが風邪だろうがいずれにせよ病院に早く行く。よくですねいただく質問の中に、ボールパイソンがよだれが出て風邪をひいちゃったみたいなんですけどどうすればいいですかってものがありますけども、これ答えは一つ、病院に行く。やっぱりね、その専門的な医療機関の処置以上に間違いのないことってやっぱないわけですね。だから体調不良になった時にちょっと様子を見てあげようとか、こういうことをしてあげようとかじゃなくて、病院に行くより良い処置はないですから、できればもうその日のうちに、あるいは次の日になることもあるかもしれませんけれども、夜間とかね休日やってる病院もあるので、
健康なうちにそういう病院に事前にを調べておくとか、あとは健康なうちに一回見てもらっておいて、その子の健康な状態を把握しておいてもらう。で後日病気になってしまったとしたら、この間と比べてこういうところがこうだからっていう個体差をね比べることができるので、是非お近くの病院を調べておくことと、その先生と仲良くなっておくってことはね本当に大事だと思います。ボールパイソンに多い病気その3、病気というより怪我に近いですけれども、それはマウスロットっていうものがあります。ボールパイソンが餌を食べるところ見たことありますか？こうね、こう人間みたいにもぐもぐじゃなくておわーおわーって言ってこうガーっていくわけですね。で僕らは、口の中とかっていうのはある程度分厚いじゃないですか。ほっぺたとか口とかっていうのはある程度分厚いんですけど、ボールパイソンねこう食べてる時にね皮一枚みたいになるわけですね。口の中もこの辺も。だから思いっきり大きな餌を食べてる時とかのネズミを食べてる時とか、ネズミの色が透けて見えるぐらいここの皮膚が薄かったりするわけですね。ですごく脆い口の中が。でそういうところでこう例えばネズミの牙とか爪とかで何か怪我をしてしまった、飲み込む時に、あるいはこうピンセットを使うことが多いと思うんですけど、餌をあげる時にそのボールパイソンが飛んでくる時に避けきれないでピンセットがボコッて当たってしまったとか、そういう場合に怪我をする。でそれがスンと治る時もあるんですけど、なかなか治らないでそれが傷が残って化膿して口の中がこうひどい状態になっていってしまうということがあるんですね。これマウスロットっていうんですけど、ボールパイソンがすることの多い怪我なので、このマウスロットにならないように気をつけてあげる必要があります。例えば過度に大きな餌をあげないとか、マウスカツラットって言われたりしますけど、冷凍のものではなくて生きているものを餌をあげる時にはより気をつけてあげるとか、あとはピンセットとかもですね、先が丸くなっているものとかこう湾曲しているものがあるので、万一飛びついてきた時も安全なものがありますから、そういうのを使ってあげるとかが必要だと思います。あとレアケースではありますが、床材も結構怪我をしてしまう時があって、例えばこう木材とかを使う時に、うちでも木材使ってるんですけど、うちで使ってる木材っていうのはこうなんていうんですかね、フィルムみたいなペランペランのやつなんですね。でも床材によってはこう植物なんだけど筒状の形状をしているものが混入しているようなタイプの床材もあるわけですよ。そうするとそれが棒がねこう普通に間違えて食べてしまったとかっていうのは大丈夫だと思うんですけど、こう立ってる時にでこれガッているとグサッと刺さったりとかして怪我をしてしまう場合もあるので、床材もちょっと気をつけてあげるといいんじゃないかなと思います。全般的に言えることは、病気になったら即病院に行くっていうことと、人間とか他の動物も同じではあるんですけど、爬虫類は特に病気になってからどうこうとかじゃなくて、病気にさせないっていうことが大事なので、温度湿度とかいろんな環境とかケアをしてあげる目とかいろんなものを使いながら、彼らが病気にならないでいられる環境を作ってあげることがとっても大事だなと思います。今日はボールパイソンがかかりやすい病気3つお話ししました。当店の販売しているヘビ覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。